あなたの家のセキュリティは本当に大丈夫ですか？事件が起きたのは2005年大阪中央区、いわゆる南と呼ばれているこの地域に住む姉妹の身に悲劇が襲います。姉妹が深夜に帰宅すると、室内に刃物を持った謎の男がおり笑っていたんです。突如として殺された若い姉妹。殺害の現場となったのはセキュリティが厳重なはずの被害者の自宅マンション。犯人は全く面識のない同年代の男。数日後逮捕されたのは23歳無職の男。彼の殺人動機は想像を絶するものでした。それはもう一度人を殺してみようと思った。大阪南で起きた凄惨な殺人事件。なぜ罪なき姉妹が殺害されなければいけなかったのか。犯人はこう言ったんです。殺すのは誰でもよかったと。そろそろ強制を終わらせたいケンちゃんです。ヤミヤミコです。本日皆様にご紹介するのは大阪南姉妹連続殺人事件についてなんです。もし皆さん安全なはずのね、家に帰って殺人鬼に襲われたら一体どうしますか？もう想像もつかないですよ。一体どういう状況でこんな事件が起こってしまったのかについて早速見ていきたいと思います。姉妹を襲った悲劇。遡ること16年ほど前の2005年、大阪の繁華街浪速が今回の事件の舞台。この地に所在するマンションで2人暮らしをしている姉妹にある日突然悲劇が襲います。11月17日午前2時、姉の美咲さんはいつものように仕事が終わり深夜遅くに帰宅すると、誰もいないはずの室内で背後に気配を感じるんです。妹はまだ帰っていないはず。不審に思いながらも振り返ってみると、そこにはなんと見ず知らずの男が立っていたんです。怖っ。改めて聞いてもやばいよ。普通にさ、帰ってきて人がいるっていないはずのとこにいるって怖すぎるわよ。意味わかんないね。マジでそれだけでもねやばいんですけど、その男の手にはなんと刃物まで握られていたんです。男は美咲さんに刃物を突きつけ、部屋の奥の方に突き飛ばします。そしていきなり彼女の左頬を刃物で切りつけます。美咲さんが倒れ込むと、なんと男は刃物で彼女の全身を容赦なくめった刺しにするんです。美咲さんは痛みで泣き叫ぶんですが、男はその手を止めることはありません。何度も刃物を突き立て続けるんです。美咲さんが息絶えてほどなくして、玄関のドアが開錠される音が。妹が帰宅したんです。音に気づいた男はすぐさま玄関に移動。死角に身を隠し息を潜め、妹が部屋に入ったところを背後から襲うんです。姉美咲さんと同様、妹もめった刺しにして殺害したんです。そして男はライターで部屋に放火。逃走した後、近所のコインランドリーで血のついた服を洗濯。現場となったマンションから200メートルほど離れた公園で野宿していました。そして姉妹殺害が発覚してから18日後、男は大阪市内の路上で身柄を拘束されたんです。彼は送検される車内で報道陣に向かって不敵な笑みを浮かべ、世間を騒然とさせました。姉妹殺害して火つけるまでやるってもうほんと最低でクソみたいなやつじゃない？証拠隠滅っていうのもね、あったんでしょうけど、そもそもこの男はね、一体どうやってこの家に侵入したというんでしょうか。その方法はあまりにもアナログな方法だったんです。驚愕の犯行手口。この残忍すぎる殺人鬼の名は山地幸雄23歳。山地は過去に姉妹が住むマンションをアジトとしていた詐欺グループに所属していました。そのためマンション内部の構造に詳しかったんです。しかしマンションの構造を理解しているとはいえ、山地は姉妹が住む部屋の鍵を持っていませんでした。では一体どうやって姉妹の部屋に侵入したのか。姉妹の部屋は4階だったんですが、マンションのエントランスには監視カメラが設置されており、セキュリティは厳重。正面から突破するのは困難。そこで山地はなんとマンションに隣接するビルの外壁の配線を伝ってよじ登り、ビル伝いでマンションに侵入したんです。その後、姉妹の部屋付近の踊り場で姉妹の帰宅をずっと待ち構えていました。いや、怖えな。そして深夜、姉美咲さんが帰宅して玄関扉を開けた瞬間、山地も一緒に部屋に入り込むという、なんともアナログな手法だったんです。いや怖いよ。あまりにもね、計画的とも言えるね、この犯行ね。山地は一体この姉妹とどういう関係だったのか、早速見ていきたいと思います。事件発生前のある日、山地が街をさまよっていると一人の女性を見つけます。彼はその女性を一目見た瞬間、衝撃を受けるんです。初恋の相手に似ている。小柄で茶髪、年齢も少し年上な雰囲気。そう、今回の事件の被害者となった姉妹の姉、美咲さんでした。山地は帰宅する美咲さんを尾行し、家を特定します。そして配電盤を操作して電気を止めるいたずらを仕掛けます。電気を止めることで美咲さん以外の人が外に出てこないか、つまり同居人の有無を確認したんです。こうして情報を集め、美咲さんをストーキングする山地でしたが、彼はなぜ美咲さんを殺害しようと考えたのか。そこには山地の暗すぎる過去が関係していたんです。恨まれるようなことなんて何もしないのにさ、初恋の相手に似てるってだけで殺されるんでしょ。誰も納得できないわよ、本当に。
似てるってだけでさ、よく人殺せるよね。じゃあその人格は一体どうやってさ、形成されたのかっていうのもあるんで、まあ早速ね、この山路という男のね、生い立ちについて見ていきたいと思います。暴力と初恋。1983年8月21日、山口県の小さな町の貧しい家庭で生まれた山路。その家庭環境は最悪でした。父親は大工として働いていたものの、体を壊して以来定職に就かずに酒浸りになり、日常的に暴力を振るう人物でした。母親と山路少年はその暴力に耐える日々だったんです。父親がそのような人物のため、一家の収入は母親のパートの稼ぎのみ。母親は働かない父親にきつい言葉を浴びせ続けます。山路少年はそんな母のことが大嫌いでした。彼は父親が大好きだったんです。予想と違うんだけどさ、普通父親に暴力振るわれてたら母親に頼るんじゃないの？まあ普通、まあそう考える人もいると思うんですけど、実際ね、この山路の場合は、虐待による暴力性の同一化っていう現象が起こってるんですよ。虐待による暴力性の同一化とは、虐待を受けている人が自分の置かれた現実を受け入れるために攻撃者と同じ考えを持つこと。親から虐待を受けると子供の中に被害者感情が生まれます。しかしそれを意識して受け入れることは子供にとっては辛いこと。そのため無意識のうちに被害者感情を抑圧しようとするんです。その結果、まず最初に加害者は正しいと認識し、親と自らの考えを同一化するんです。このような扱いを受ける理由は自分にある。親は間違っていないと思うことで生き延びようとするんです。結果として親を肯定するために暴力を受け入れることで、子供自身も同じように暴力を振るうようになる傾向が高いというんです。加害者の気持ちを理解して、被害者である自分っていうのから現実逃避してるみたいな感じ。まあそうっすね。要はね、親がやってることを繰り返してしまう。まあそういうね、悲劇の連鎖だったんじゃないでしょうかね。しつけの延長線上で行われるとされる虐待。学校でいじめっ子とされる子供の多くは親からの虐待の被害者だと言われています。親に向けられた攻撃性を本当は親にそのまま返したいのに、どうしても子供は力関係的には親には勝てないんです。無力感を持った子供はその暴力性を他の子供に向けることで精神的安定を保とうとする傾向があるんです。山路もある意味で被害者だったのかなとも、これ聞いて思ったけどね。今回のね、山路っていう男も暴力で支配してた親父をね、尊敬してしまったがゆえにね、こうなったんです。暴力的な父を尊敬し、母への憎悪を募らせながら過ごしていた山路少年にある悲劇が襲いかかります。それは山路少年が小学5年生の時、父親が血を吐いて倒れてしまうんです。お父さんが血吐いてる、どうしよう。パニックに陥り慌てていると、母親は放っておきなさいと冷たく答えるんです。なんでやねん。助けを求めてもなかなか救急車を呼んでもらえず、病院に搬送された時にはすでに手遅れ。父親は帰らぬ人となってしまったんです。お父さんが死んだのはお母さんのせいだ。その日を境に山路少年は母親との心の溝をより深めることになり、ますます孤立していくことになるんです。そして中学に上がる頃には学校にも馴染むことができず、不登校になって家に引きこもるようになります。しかし家にいてもずっと苦しいまま。母親のパートの収入だけでは限界があり、電気やガスが止められ、自分の好きなものを買うことすらできません。家に縛られず自由になりたい。そう決心した山路は中学卒業後、新聞配達の仕事を始め、熱心に働き始めます。そして初めての給料日、生まれて初めて自由に使えるお金を手にした山路。もともとトレーディングカードゲームが趣味だった彼は、近所のおもちゃ屋さんに足しげく通うようになるんです。こうして自由を手にした山路だったんですが、ある人物と出会うことで彼はとんでもないことをしてしまうんです。おもちゃ屋さんに何度も通ううち、山路はある人物と出会います。その人物とは、そこで働く女性店員の一人、A子さん。A子さんは山路よりも7歳年上の23歳。そう、それが山路の初恋でした。当時 A子さんには婚約者がいたんですが、それでも彼は諦めませんでした。熱いな。そんな山路少年の思いが通じたのか、A子さんは山路を一人暮らしの自宅に呼び入れ、夜を共に過ごすようになるんです。そして A子さんはまだ16歳だった山路少年にこんな言葉をぶつけました。妊娠したら責任取ってね。A子さんは婚約者への当てつけとして山路と毎日遊んでいたんです。最低な女じゃないこいつも。A子さんとの甘い生活を続けていたある日、山路の元に一本の電話が入ります。その声は A子さんでした。最近何度も無言電話がかかってきて怖いの。山路はすぐさま A子さんの元へ向かい、彼女の電話番号の着信履歴を確認します。そしてその電話番号を見て呆然とするんです。無言電話の発信者はなんと山路の母親だったんです。この頃母親は山路の財布から定期的にお札をくすね、自分の借金の返済に充てていたんです。そんなある日、財布に入っている A子さんの名刺を発見。最近頻繁に外泊をして朝帰りをしたり、暇さえあればおもちゃ屋さんに通うようになった息子。母親は名刺の人物 A 子さんが山路の恋人だと感づきました。このままだと稼いだお金が A 子さんに流れてしまうと考えたのか、もしくは A 子さんを脅しさえすればお金を巻き上げられると考えたのか、母親は A 子さんに無言電話をするという嫌がらせを続けていたんです。ここには女の怖さみたいなのが出てるわね。山路もなんか振り回されてる側ではあるんだけどね。
女の怖さっていうか、お母さんがちょっとやばいんですけど、山路も振り回されまいとね、ある行動に出るんです。山路が取った行動、それは邪魔な母親を殺害すること。その日、山路は帰宅するなり、母親を金属バットで何度も殴りつけるんです。痛みで泣き叫ぶ母親を顔の判別がつかなくなるほど殴り続け、撲殺しました。母親殺害の翌日、山路は何食わぬ顔で A 子さんと喫茶店デート。そして、俺、血の匂いがしないかと何度も A 子に尋ね、A 子さんは山路のただならぬ様子に首をかしげたんです。デートが終わり、家に帰宅した山路は、玄関に移動させておいた母親の死体を横目に、母を殺したと警察に連絡をします。こうして少年院に入ることになった山路。彼は施設の中で頻繁に、俺がここを出るのを待っている女がいると周囲に自慢していたというんです。うざ。そして出所後、待ち焦がれた A 子さんとの再会の時。しかし A 子さんと山路はその後、会うことはありませんでした。山路がいかに連絡しようとも全くの音信不通となってしまったんです。山路は地元を離れ大阪で職を転々としながらもずっと A 子さんのことを忘れられずにいる日々を過ごしていました。そんな時、大阪南で A 子さんにそっくりな人物、美咲さんをたまたま見つけてしまったんです。初恋こじらせて親まで殺すってさ、どう育っちゃったの？親のね、因果応報って言ったらあれかもしれないですけど、こうしてね、山路はね、初恋相手に似ている人をね、殺害してしまったんですけど、実はね、彼捕まった後に本当の動機について語っているんです。死刑になりたい。母親を殺害し、地元から大阪に移り住み、初恋相手に似ている女性、美咲さんを見つけた山路。美咲さんに対してストーカー行為を働くようになってしばらくした頃、こんなことを考えたと言います。もう一度人を殺してみたい。これは一体どういうことなのか。山路は母親を殺害した時の感覚を忘れることができなかったというんです。山路が血まみれになった母親が激痛で苦しむ姿を見て、性的な興奮を感じていたと言います。こうして山路はその快楽を得たいがために、偶然ストーカー行為の対象としていた美咲さんを殺害しようと計画したんです。そして山路は刑務所に入っている時に弁護士が差し入れたノートにこう記しました。漠然と人を殺したいと思った。生まれてきた理由がわからない。早く死刑になりたい。快楽殺人犯ってことだったのね、これはね。そうですね。彼がね、語ったことによるとね、そういう風には言われてるんですけど、自らこう死刑をね、志願してたっていう可能性もあるんじゃないかなって僕は思うんですよ。死刑にして欲しかったってこと？じゃないと証拠隠滅は図ったとはいえ、供述自体をもっと隠そうとできたわけじゃないですか、自分の都合のいい方に。ここまであっぴろげに言うってことは、僕はそう思う。早く死にたかったのかもしれないわね。事件の翌年、2006年、山路の裁判が行われました。山路は被告人質問に淡々と答え、人を殺すことと物を壊すことは全く同じこと、などと述べる場面もあったんです。裁判長から最終陳述を促された時も、特に何もありません、とだけ述べたんです。こうして裁判は進み、12月13日、山路に判決が言い渡されます。その判決は、死刑。その判決を言い渡された山路は特に変わった様子はなく、顔色一つ変えることはなかったと言います。まるでその判決を当たり前のものだと受け止めるように。それから4年後、刑は執行され、彼は亡くなりました。顔が似ているというだけで命を奪われてしまった姉妹の無念さは計り知れません。快楽や本能だけで意思決定をする人間はもはや人間とは言えないと僕は思います。社会で生きる以上、必ず怒りがこみ上げてくることもあるとは思うんですが、そういった時こそ深呼吸をして理性に問いかけてください。